ジャパンカップジュニアサーキット、そのレーンチェンジは吹っ飛びの名所です。吹っ飛び対策として下向きのローラーを壁に当てる方法があります。下向きのローラーが壁に当たるとマシンも下向きに動きます。ただし LC ではローラーが壁から離れる瞬間があります。この瞬間は押さえつけができません。ローラー幅を広げるとその期間を短くできます。ということで今回のマシンはローラー幅を広めます。ローラー幅を広げるとウェーブセクションで引っかかりますよ。この対策として樹脂のしなりを利用します。前回の壁を登るマシンで樹脂のしなりがローラー幅の変更に使えることは実証しています。てかこのシャーシで良くないですか？壁走りできるこの突っ張りがあれば LC 余裕だと思いますけど。では走らせてみましょう。遅い。これは極端ですが常に突っ張らせると減速します。なのでマシンを新たに作ります。目標は 2.5 秒切りです。今2023年ですけど。私は2022年にいます。今回の作戦はローラー幅を広めて LC の吹っ飛びを軽減。ウェーブセクションでは樹脂のしなりでローラー幅を狭めて通過させます。さて過去のしなりマシンを見て作戦を考えましょう。しならないマシンもいい形状を思いつきました。いきなしどしたし。これはもう作ってみるしかないです。モデルを作成します。モデルができました。印刷します。シャーシができました。これは米ですか？これは米です。なぜこの形状にしたのですか？一番のポイントはねじれを抑えることです。結構な力を加えてもねじれは少なめですね。以前の動画でローラーは対角で引っかからせると吹っ飛び対策になることに気づきました。これですね。リア左下のローラーとフロント右上のローラーで突っ張ります。急にロールが収まっています。ねじれるシャーシだと突っ張りはできません。突っ張り時はリア左下のゴムリングローラーで引っかからせるので縦方向に力が加わります。通常のマシンだとこんな構造なので縦ラインのフレームが特にねじれに弱いです。そしてねじれるとローラーが内側へ向くので突っ張れなくなります。米シャーシを見てみましょう。構造はこうです。縦ラインは短く太いのでねじれにくいです。斜めラインは斜めとねじれの力の向きが同じなのでねじれないです。縦方向には力が加わりますがローラーステーが分厚いので縦には曲がらないです。確かにこのステーを縦に曲げるのは無理ですね。そして横向きの力にはしなるのでローラー幅が変わります。ねじれずに樹脂のしなりでローラー幅が変わる特性がこのシャーシのポイントです。樹脂のしなりを使うと曲がる機構を省けて軽量にできますがねじれがちですもんね。去年このシャーシを作った時に樹脂のしなりでローラー幅を変える妄想がありましたがねじれ対策が思いつかなかったです。2ヶ月前のマシンの走行から対策すべきねじれが分かって選ばれたのは米でした。珍しく考えてる。あとは真ん中に駆動輪と重量物を置いているので旋回性能と姿勢変化のしやすさも狙っています。シャーシ説明終わり。全てのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。結束バンドで固定します。入らないシャーシを乗せ替えます。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。ギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り駆動チェック。9台点です。後で修正しています。フロントローラーホイールを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。シャーシを乗せ替えます。リアスキットの追加とローラー台を薄くしました。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。放射型ステーシャーシ。マシン名はお米です。お米ですね。重量チェック 44.45g。機能の割に軽量です。ねじれチェック。ねじれにくいです。曲がりチェック。しっかりローラー幅が狭まります。早速走らせましょう。5。ウェーブセクションはしっかり通過。フット分解。スロー。右ローラーの高さが足りなくて斜めの突っ張りがないです。右ローラーを高くしてゴムリングローラーにしました。5。スロー。ミニ下リアローラーが滑っている感覚。ドーン。すべてのローラーを刷新しました。プラベアリングローラーも薄く作り直しました。こちら側のゴムリングベアリングローラーは径をわずかに広めています。5。ギリギリセーフ。浮きながらクリア。遅い。綺麗にクリア。スロー。この速度でこれだと厳しいですね。走行は良くないですが問題点が分かりやすい走り方をしてくれました。まず1周目は右側が浮いています。突っ張らせるには左側が浮く必要があるので姿勢が良くないです。2周目は左側が浮き上がる前にマシン全体が浮き上がっています。3周目は左下リアで突っ張れています。この時点での浮き上がりが小さいです。先ほどの2周目と比較すると分かりやすいです。左下リアローラーが壁に当たるので押さえつけられます。つまり毎回この姿勢にできれば安定して LC を攻略できます。と言っても3周全部違うので安定とは程遠いですね。これはフロントとリアが一輪なのが原因と考えます。 LC 中央のこの文字ガタガタバットです。そもそも姿勢が悪いのにこの文字がランダム性を生みます。新シャーシです。
マシン名はカイです。フロントローラーホイールを幅広に設置して安定感を向上させています。0.4g 軽くなりました。ローラーセッティングは王道の宝箱セッティングを基本として、斜めに突っ張らせるために高い位置にゴムリングローラーをつけています。こちら側は突っ張りのために下段ゴムリングローラーとしています。LC チェック、ガタガタにならずに通過できます。LC での突っ張りチェック。かなり突っ張ります。実際は走行しているのでこれほどではないと思いますが予想以上です。この姿勢に持っていければ可能性感じますね。ウェーブでローラー幅が狭まるときにどれだけ力が加わるでしょうか。ゲージが動くと力が加わったことになり減速を意味します。ゲージはほとんど動きませんでした。少ない減速でウェーブを通過できています。つまり LC で突っ張るのにウェーブで減速しづらいという理想的な性能です。ハイパーグッドです。編集と撮影が並行でまだ走らせてないのに期待感持たせすぎです。リアルタイムで興奮してます。走らせます。頼む。吹っ飛んじゃいましたね。マジか、マジでか。可能性しか感じない超いい走りです。まずはこのスピード。いきなし速いです。からの吹っ飛び。意外と飛んでないです。この速さでこの吹っ飛ばなさは私史上初です。マジであるぞ。スロー。LC の上りでは吹っ飛んでいないですが、右側が浮いてしまって突っ張れていないです。浮くべきは左側ですもんね。浮いても吹っ飛びが弱いので対策はできます。昔のこのレベルと比べると格段にどうにかできそうです。そもそも左は突っ張りが強すぎて浮きにくい可能性が高いです。右側が浮くならローラーセッティングは左右対称ですね。ゴムリングと 40mm ネジが足りないです。買いに行きます。買いました。求めるローラーセッティングができました。右側の下にゴムリングローラーを追加しました。左側の高い位置にゴムリングローラーを移設しました。突っ張りチェック。どちらもギチギチです。これでどうだ。いてたが遅い。先ほどと比べると顕著に遅くなっています。一筋縄ではいかないか。スロー。吹っ飛びは抑えられています。姿勢本当に変わらないな。これとかまさに斜めで突っ張っている動きです。減速に関しては右ローラーはカーブでかなり当たるのでゴムに変えてのこの変化は妥当です。左上がりの姿勢が安定するようになったので右リア下段をフラローラーに戻しました。5。一応今回最速までは持ってきました。まだまだいけるはず。新車足。ステーの角度を45度から40度にしました。それによりローラーベースが短くなったのでコーナースピードの向上を狙います。右フロントのスラスト角は3度にしています。走行を見て右スラストが強すぎて姿勢が乱れていると考えたからです。フロントが沈みすぎてリアが浮いていますね。右側は上段に2段のゴムリングローラーにしました。最上段だけだと壁から抜けがちなのでその対策です。5。速度は上がりました。LC も OK。2.53 秒。ぬわ、惜しいがいい感じ。自己ベストとタイまでは持ってこれましたね。スロー。LC は綺麗にクリアしています。ここはダメか。スラストを3度にしたお金でミニフロントの過剰な沈みがなくなってリアが浮かなくなったのはグッドです。それでいて安定して左上がりの姿勢なのもグッドです。あとはスピードですね。ローラーセッティングを見直します。ドーンドーン遅いドーンドーン惜しいドーン惜しいドーンからの逆走ドーンドーン惜しいドーン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 遅いドーンドーンドーン遅いドーン遅い。一番惜しかったやつ。ドーンタイム見る。ここでこのタイムだとギリギリ 2.5 秒2里圏内です。 2.53 秒の時はこの地点で 2.12 秒でしたね。スロー。姿勢も吹っ飛びも程よく通過しそうでしたが右リア下段がゴムじゃないので抜けてしまいました。そしてそこをゴムにするとスピードが落ちて 2.5 秒が切れなくなります。つまり回シャーシで 2.5 秒2里はギリギリ届かない。認めるしかないです。今回こそは絶対にいけると確信していたので非常に残念です。動画だとあっさりでしたがかなり粘っていろいろ試してましたね。走行しまくったお金で明確に反省点と改善点が見えたので現在開発中のシャーシは自信があります。自信からの失敗からの自信からのを1年間繰り返してこれってルクものでしたっけ。毎回失敗するお金で次のシャーシを思いついてしまうのでどうしようもないです。もう都市単位の周回遅れ間際ですよ。何度目かわからないですが次こそは。それではまたのし。